はい、今回はよくご質問いただきます動画の背景を自動で切り抜くロトブラシの使い方をご紹介していきます。タイムラインには素材として以前の解説で制作したこんな感じの動画素材を配置しています。この素材のこの最初の実写部分ですね。スマホが出てくるこの背景をロトブラシで切り抜いていきます。この素材自体背景が単色ですので、いわゆるブルーバックの要領でキーイングで抜いていくこともできるのですが、今回はあえてロトブラシで切り抜きを行っていきます。まず素材を切り抜く範囲を分割しておきます。背景があるのはこの部分ですね。までですので、ここでレイヤーを分割しておきます。コントロールシフト D。これでレイヤーが分割できました。ではこの手前のレイヤーに対してロトブラシを適用していきます。まずロトブラシツールを選択します。説明には前景をドラッグで選択、切り抜く背景をオルトキーを押しながらドラッグで選択といったことが書かれています。そしてこの選択する作業はレイヤーパネル上で行いますので、このレイヤーをダブルクリックしてレイヤーパネルを開きます。次にこのレイヤーパネル上での時間の操作はキーボードのスペースで再生、スペースで停止、ホームキーで最初へ、ページダウンキーで1コマずつ移動、ページアップキーで1コマずつ戻るといった形で時間を進めていきます。では選択範囲を選択していきます。ホームを押して1コマ目を表示させます。最初の画面は全てが背景ですので、オルトキーを押しながら全体を選択します。これで上のプレビュー画面の背景は切り抜かれた状態となっています。そしてページダウンで時間を進めていきます。ここでスマホがカットインしてきますので、スマホの部分をドラッグで選択します。こんな感じですね。少し青が残っていますので、オルトキーを押しながら微調整していきます。この部分は動きが速く映像が破綻していますので、ざっくりとした感じで大丈夫です。ページダウンで1コマ進めて、さらに選択していきます。さらに進めます。被写体に大きな動きがある場合は、こういう感じで1コマずつ選択範囲を作っていく必要があります。指の部分を選択。さらに進めます。地道にこういった作業を進めていきます。ここまで来るとある程度自動で追従してくれるようになります。
すると途中で選択が外れてしまいました。こういった場合、ここにある選択範囲を最後まで引っ張ってやることで伸ばしてやることができます。こんな感じですね。プレビューしていきます。これで一通り選択することができましたので、タイムラインに戻ってプレビューを見ていきます。この動きが激しいモーションブラーで被写体が破綻している部分はきれいに切り抜かれていませんが、この止まってからの動きはある程度きれいに切り抜かれています。ではこの動きが激しい部分を調整していきます。まず動きが止まる部分でまたレイヤーを分割しておきます。コントロールシフト D。この動きが激しい方のレイヤーに対してマットを調整にチェックを入れます。するとモーションブラーがかかってブラーでなじませるような形となります。そして青が映っている部分を削除していきます。最初の部分が少し気になりますね。ここをオルトでドラッグ。こんな感じで背景を切り抜くことができました。こうすることで実写撮影した素材に対して自由に背景を合成することができます。このロトブラシの機能自体がまだ発展途上な感じで綺麗に切り抜けなかったり、使える素材のシチュエーションが限られていたりするのですが、機能自体はとても面白いものですので、いろいろ試して使ってみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。